はい、皆さんこんばんは。今回はですね、もう早速映してるんですけど、みんな大好きマルチツールの刃のご紹介となります。で、マルチツールってね、刃がね結構高いんですよね。分かりやすく金額書いてきたんですけど、今回ちょっとこのラミクサーという刃を手に入れまして、で金額としては後で言いますけど、だいたい純正のマキタとかの半額ぐらいで、どれぐらい活躍してくれるのか、ちゃんと切れるのかということで、僕らスイッチボックス層の動画でね、この前20万回再生されまして、その時の里役者となってくれたあややんと一緒に検証していきます。そしたら本体の方はマキタの 14V TM41D で、僕のはちょっと18V 仕様に改造してます。で、あややんのが14V なんで、ちょっと両方でちょくちょく交換しながらやっていこうかなと思います。ってことで、マルチツール初めての人もいると思うんで、ちょっとセッティングからいきましょうか。はい、行きますか。で、これ一応スターロック対応ってなってるんですけど、スターロックというのは、スターロックはこの刃が今これギザギザになってこう星型になってると思うんですけど、はい、これをこうガチンとはめ込むようなんですがスターロックみたいですね。ボッシュとかヒルティとか、マキタもあるんですけど、そっちが主流みたいで、今までのタイプのこのマルチツールはここがこの刃の外周がギザギザじゃなくてこうつるっと丸かったんですよね。でここの出っ張りあると思うんですけど、はい、この出っ張りでこう噛み込んでこの刃が回らないようにしてあったんやけど、その回らへんようにするのを今度こっちじゃなくてこの星型の方に変えたのがスターロックらしいですよ。これが従来の、今右にあるのが従来の、はいはい、スターロック対応じゃないやつ。これがスターロック対応のやつ。これフラットでなってて、はいはい、ただ穴が開いててここに噛み込むようになってるだけなんで、はいはい、このスターロックの方のやつにはこれがこうはまらないんですよね。でスターロックのやつはこれをこの出っ張ってるこのギザギザをはめ込むでセッティングするようになっているので、ピンがいらんってことだよね。そう、ピンがいらないですね。めんどくさい作業が。そうですね。ってことなんですけど、僕らはちょっとスターロック持ってないんで、はい、旧型ですね。普通のタイプでやっていこうと思います。はい、じゃあセッティングしましょうか。はい。レバーを押して、ここ真ん中のピン、軸を抜いて、自分の好きな角度に刃をセッティング当て込んで、で、あとは、それ向きはこっちでもこっちでもいけるけども、このオフセットが変わるんで、そういうことね。好きな方でどっちでもはまるんで、このタイプ。ちょっとロゴ見えやすいポジションを見ましょうか。これで、あとは軸を入れて、で最後バチンと締めれば、はい。これでも刃が抜けないんで、これで完結成ですね。準備 OK ですね。はい。これが値段が10枚入ってて2280円やから、1枚やったら228円。マキタだったら1343円やから1000円ぐらい違いがあると。マキタ1枚でこの値段なので、ね、1000円ちょい差があると。じゃあ気を切っていきましょう。はい。そしたらよくあるコンパネを用意しました。お願いします。結構軽く切れますね。サクサク切れますね。はい、で今ちょっと端から切ったんですけど、でも多分マルチ使う時ってこの刃を下から入れるよりもこう面当てる方が多いと思うんですよね。穴開いてないところにこう途中穴開けたりとかすること多いと思うんで、スイッチボックスの開口とか。そうですね。今下からサクサクいったんですけど、今度こう面当ててみてどんぐらいで入っていくかいってみます。ちなみに、メーカーさんが言ってたのは、ここに開いてるから何ミリか見やすいよと。切り込みの深さが、分かりやすいですね。結構楽勝でサクサク切れますね。全然力かけてないです。ちょっと押して、あとはもう刃に任せて切り込んだだけですね。
これが1枚200何ぼでこんだけ切れたら十分やね、十分ですね。刃もまだまだ使えそうと、うんってことでコンパネでした。コンパネはねまあまあ楽勝やろうということで、これ 40mm 動縁ではないんですけどね、こういうのが照明つける時に現れたりちょっと切らなあかんとかいうシチュエーションあると思います。それでもいけるのかということで、いけるかな、これぐらいいけてくれたらね十そう分。ね、ダウンライトとか開けた時絶対こういうの出てきよるんでね、入れてほしいね。めっちゃ強い。うん刃もまだまだ全然いけそうやね。いけますね。切り口も割と綺麗、ほんまやね、綺麗に切れてるし、こういうとこささくれてくるんですけど、そうですね最後のエンドがささくれてないからってことで木材楽勝でした。楽勝ですね。次僕の方はラウンド刃ということで木材と塩ビとか兼用のものだと思います。レミクサーは1630円で5枚入りだから1本あたり336円、マキタは同等品で1612円やったんで5分の1ぐらい5分の1ですね。で僕ら電気屋が使うシチュエーションとしてはこの塩ビ配管、切ったりする時かなと思うんでやってみます。最大速で。お切れるね。なんかその硬いなとか全然そんな感じもなく、こっちの方が切りやすいんかな。ちょっともう一回いきます。はい。はい、楽勝です。ってことはこれ木も一応切れるって手やね。そうですね、ウッドプラスチックの刃なんで、はあ、はあはあ、ちょっとコンパネを加工する、軽くね削ってみます。十分切れました。刃の摩耗も全回速で使ってる割には大丈夫かなと。そんなに熱くもなってなく、ってことで僕の方は金属バージョンでした。すごい十分切れるかなということで、これストレートタイプと違うのはこういうとこ切りたいとかね、際切りね、際切りとかでよくみんな使ってます。兼用なんで、いろんなことに使えると思います。次は金属用ということで、金属用に関しては、これは普通の金属用で、調光もあるんですよ。こっちが俗に言うバイメタルになるのかな。金属用はこのレミクサーだったら10枚で2880円なんで1枚あたり280円、マキタは1枚で1612円やから5分の1ぐらいですね。このメーカーちょっと特殊なのが、多分この先っぽはほぼほぼ一緒かなと思うんですけど、こっちがねステンレスになってるんですよ。取り付け部がね。何が違うかといったらちょっと強度があると、錆とか耐性が強いということで、ちなみにこれはマキタさんではなかったです。だから3280円10枚で1枚328円ということで、このいい方を使ってみます。僕らが使う加藤電線管フレキですねを切ってみます。
もう全然切れるなって感じです。だから普段バンドソーとか、こんなん手でも切れるんですけど、撤去の時とかね、そうですね。マルチツールって結構撤去系かなって僕は思います。スイッチボックスつけたりでも使えるし、僕の使う用途としては結構撤去が多いです。回収の時とかね、現地にあるやつそのまま現地加工する時とかそうですね、使いますよね、マルチね。撤去で火花をね出したらあかん時とか、サンダーで切りたいけど火花が現金なんでこれで切るみたいな、が多いと思います。これでちょっと配管チャレンジしてみようかな。金属管言いますかこの鉄管は調光用で本当はやろうと思ってたんですけど、なかなか切れたんで、普通の金属用でも切れるのか。でも僕ね撤去で使ったことあるんで切れるはずなんです。このレミクサーじゃないけどってことで切ってみます。楽勝ですね。バンドソーサンダーよりしんどいけど、バンドソーとサンダー積んでない時とか急に切らなあかんシチュエーションとかの時に活躍するかなと思います。ちょっといったかな。新品と比べてみましょうか。新品ですね。でもまだまだ全然いけそうやなって感じですね。この辺はあれですね、マルチの速度の調整とかだからもっとゆっくり切ったら痛みは少ないと思います。今配管いったんで、もうこれやるまでもないんですけど、多分余裕やろうということでアルミになるんですかね。これいってみます。ちょっと早いんかな。楽勝ですね。気持ちいいぐらい切れる。気持ちいいですね。薄い鉄板とか加工することあるかな。電気はラックの蓋とか、ラックとか、あと盤の蓋、盤の蓋、電線取り込みですとか、そんなんあるかもしれない。ジグソーとかがどうしてもない時とかね、ありかもしれないですね。これが波板、これ余裕でしょうね。はい、全然いけます。ということで、金属用でした。そしたら今のがノーマル金属用ってことで、次が超硬用、超硬いっていう意味だと思うんですけど、これが2480円で2枚入りだから1240円、マキタだったら2973円、約3分の1の金額ですね。先端がなんか特殊な加工されてるんでしょうね。金色、銅色みたいになってますね。でこれでいろいろ切っていこうと思うんですけど、まずは僕がさっき19の配管を切ってるんで、この超硬用やったらどれぐらい違うのか。さっき僕4のスピードで切ったんで、同じく4で切ってみます。でも結構歯いってもうたな。超高の方が弱いんかな。さっき4で切ってましたよね。2でいきます。まだいけるよね。お、2でちびちびいったら歯の劣化が、ちょっとはあるけどさっきよりマシになったかなと思いました。ぶっちゃけ僕の感想、超高よりさっきの方が良かったかなっていう気がするんですけど、多分その刃の厚みで抵抗が違うんでしょうね。なんか説明ではこれが釘とかビスって書いてあったんで、もしかするとこういう配管の太いものよりもビスとかの細い中の詰まったやつスパンスパンって切る方が得意なのかもしれないですね。じゃあそれをあややにやってもらいましょうか。そしたらね、メーカーの説明書にもありました、こういうビスの
撤去というか外し作業というかね。うん、リフォームとかやった時大体こんなん出てきたりしますしね。それを飛ばすと、はい、いうことで調光からやね。はい、調光からお願いします。いきます。まずは細い方のビスやね。はい。こんな感じか。すいません、ちょっと僕の方でカメラトラブルがあったんですけど、視聴者さんごめんなさい。はい、見てる方ぐにゃぐにゃさしてもすいませんでした。で調光用で切った感じ全然いけましたね。そうですね。おお、綺麗に撤去できた。刃も全然傷んでないんで。そうしたら金ビスいきますか。ちょっと太い方ですね。はい、いきましょうか。ちょっとしんどそうですね。ちょっと硬かったですね。刃は全然。オッケーオッケー。全然いけそうやね。うん、まだ全然。はい、これがさっき使ったやつですね。通常刃ですね。金属用の。はい。はい。これでいってみましょう。はい。うわ、ちょっと硬いな。やっぱり調光の方がこれでは強かったね。ですね。ビス切るのやっぱ調光の方が早いですね。最初当てた時に、なんか表面滑ってるだけで全然食い込んでいかなかったんですよ。調光刃は食い込んでいってくれたんですけど、通常刃ではちょっと金ビスまではしんどいと。まあこの細いのやったらなんとか切れるけど、調光でやった方が効率が良さそうですね。効率もいいし多分刃にもいいと思いますね。はい、調光と金属の比較でしたね。はい、次ねスクレーパーということで3枚で1280円で1枚427円で、マキタだったら1枚1293円で、これのシチュエーションとしてはコーキングとか塗装剥がしみたいなんですけど、ちょっと正直僕ジャンル的にあんまり使うことがなくて今はなんとか探してきたんですけど、これねシール剥がしたい時とかいいんちゃうかなと。ここにコーキングじゃないけどパテとかついてたりで、これまあ真空ポンプも壊れてるやつなんですけど、ここに振動を与えるので良くないことやと思うんで決して真似しないでくださいダメなこととは分かってるんですけど、まあちょっとやってみます。これをちょっと綺麗にね取れるのかということで。ってことでね、見てもらえたでしょうが、こういう風にね綺麗にシールとかにいいんじゃないでしょうか。ってことでスクレーパーでした。ってことでレミクサーさんのマルチツールの替え刃をいろいろ使ってみました。今回そのマキタとか廃工機とかいろんなやつがあると思うんですけど、比較まではしてないんで、僕らの、純正をいつも使ってる中での感想になるんですけど、僕としては純正と変わらんかなみたいな、なんならそれより消えたんじゃないかなっていうぐらいなんで、そこは皆さん使ってみてください。僕としてはおすすめです。安くていっぱいあるし、結構こういうのって消耗品なんで買い替えるたびにねお金かかるんで、ぜひおすすめできる商品やと思うので使ってみてください。でリンクなどは概要欄に貼っときますので、そこから詳しい情報は見てください。ってことでちょっと僕の方が仕事の方がバタバタしてて、昨年ぐらいから動画を正直月に1本撮れるか撮れないかぐらいで更新が滞っていたんですけど、今年からは5万人目指してもう一回本気で頑張っていきますので、最近視聴回数も減ってきましたけど頑張りますんで、また応援してください。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです。元気やろう。